います。塩抜きしようと思っててさ、今日。で、前回、撮影前に塩抜きをしてる様子をインスタに載っけたら、やり方教えてほしいとか、あと、レシピ知りたいっていう DM がすごい届いたの。今回、明日さ、私、マジ人生で一番大切な撮影なのよ。自分のメソッドの撮影なのね、5コアっていう。この1年、2026、一大切な撮影なんじゃないかっていう撮影が明日あるんだけど、その前にちょっと塩抜きしようと思って前日。なので、ちょうどいいやと思って、今日ちょっと撮ろうかなっていう。やっていくうちにルールを説明していくんだけどさ、やる前に絶対これだけ聞いて。絶対3日以上やんないで。この塩抜きのやり方を見て、いいじゃん、めっちゃスッキリするなら毎日やっちゃおうみたいな思う子もいると思うの。絶対3日以上はやらないでください。なんでかっていうと、塩分はうちらにとって超大切なミネラルなの。ナトリウムっていうんだけど、うちらはその塩分濃度が 0.9% で必ず保たれてます。0.9 以上もいかない、以下にもならない、もう絶対 0.9 で保たれてるくらいすっごい大切なミネラルなのね。なんでやりすぎ絶対にやめてください。やりすぎると何が起こるかっていうと、脱水症状、立ちくらみ、めまい、無気力になっちゃったりとか、ほんと体にとって良くないことがたくさん起こるんで、やっても3日までで、塩抜きっていろんなやり方があるんだけど、フィジーク選手の友達の私いっぱい聞いたのやり方。フィジーク選手の友達はすごく危険なのね。めっちゃ塩を取って、めっちゃ水8リットル飲むって言ってた。飲んで、次の日からガッて遮断すんのよ。もうそれは本当に一般のうちらには危険なので、これはやめてください。うちらにはうちらに合ったやり方がありますので、それをやりましょう。それをちょっとね、やりながらポイントを言っていこうかな。で、どういった人がやっていいのっていうと、ここぞというイベントがある人。好きな人とデートとかでもいいし、結婚式とかね、写真撮影でもいいし、もう慢性的なむくみに本当に悩んでる人とか、あと味覚をリセットしたい人とか、ダイエットの停滞期を打破したい人とかねが一瞬ちょっとやるのはいいかなという感じ。私は明日イベントがあるんで塩抜きをやるんだけど、やりすぎ絶対やめてよ。ほんまにやめてよ。私大切なマブピナ倒れさせたくないよ。で、なんでさ、じゃあむくみが起こるかっていうと、塩分って1日推奨 5g で、日本人は味噌汁とか醤油とか塩分高いものが多いんで、男性で 7.5、女性で 6.5 って言われてるの。言ったじゃん、 0.9% の濃度で保たれる。それを超えるとうちらは水を出してそれを出そうとするの。なんでむくみが起こります。むくんでるってなったら、塩分濃度 0.9 以上になったのかみたいな感じで、今飲んでるのはもう変わらず家。今からさ、食材を買いに行くの。塩抜きにいい食材を。で、その間うちらの体は枯渇状態なんで家飲みます。ちなみに食塩はゼロ。こういうのを見てね、やっていくって感じかな、塩抜き中は。塩抜き中じゃなくて普段でも見た方がいいけど。これは何かっていうと、あれね、もう何回も言うけど、タンパク質、お肉、お魚、プロテインとか取ったら、胃腸で分解されると、アミノ酸ね、EA になるんだけど、今、朝ごはん食べてないし、今歩いてスーパーにも行くから飲みます。毎日飲んでます。寝て起きたら枯渇状態。脂肪燃焼するさ、L カルニチン生成もしてくれるのね、あれって。もうこれ、いらない要素だけちょっといい？私何でも共有したくなっちゃうのね。リジンとメチオニンが脂肪燃焼に絶対必要な L カルニチンの生成、L カルニチンになる子供たちで、この必須腎が脂肪を分解するのを促進してくれる。で、一旦スーパー行ってきます。じゃーん、塩抜き用のご飯大量に買ってきたぞー。ここのおすすめの食材から朝昼晩作るんで買ってきました。その前にちょっと疲れすぎたんで栄養補給をパッとしようと思って、もこれ作ってあったんだけど、今さっき買ってきたさつまいもとカカオ 75% のハイカカオとくるみ3粒、アーモンド3粒で、じゃん、これブリックス9っていうトマトなんだけど、トマトもねカリウム豊富なんだよ。トマト 210mg、 多分これ大きな1個210だから、これ2個で210だね。カリウム210なんで2個食べようかな。4個食べよう。で、さつまいもが480。どうすごっ。もうなんかこれで1000ぐらいいっちゃうんだけど。で、ナッツ類も入ってるけど3粒3粒なんで、これ脂質多めなんでちょっとしか入ってないということで、ちょっと朝ごはん前の栄養補給でね、これがねマジで美味しいの。もうね、フルーツ、本当にもういちごとかみたいな感じのめちゃくち
ちゃ甘くて美味しいトマトで、多分トマト嫌いでも好きになっちゃうんじゃないかなって思うぐらい美味しいトマトで、これ入荷の期間が決まってんのね。本当に期間限定のこの季節しか取れないすっごい糖度の高いトマトって言って、私のマブピナがね、ひなちゃん食べてみてほしいって言って送ってくれてからドハマりしちゃって、もう自分で買ってます。先月から出荷されたんで6箱目。マジで美味しい、大好き、超美味しい。これね、インスタのフォロワー300人ぐらいしかいなくて、穴場というかめっちゃ美味しい。いろんなトマト食べたけど、こんなわざわざネットで注文してトマトを頼むのが初めて。じゃーん、栄養補給カリウムセット。オメガ3も取れるし、ビタミン E も取れるし、鉄分も取れるし、これは抗酸化ね、リコピンも取れるでしょ。最高。ちょっと一旦栄養補給。やばい、めっちゃ疲れた、マジ疲れた。トマトからみんな気になってるし、トマトマジで美味しい。いただきます。うまっ、マジで美味しい。これさ、平気で1箱食べれる。めっちゃ美味しい。はい、塩抜きダイエットのコツポイントその1、じゃーん。カリウム豊富な食材を食べることで、カリウムが塩分を排出する役目があるから、それを1日 2000mg ぐらいかな、女性は。男性だったら1日2500を取ること。取りすぎてもいいはずなんだけど、カリウムはちょっと調べよう。4000mg カリウム取った場合、健康な腎臓を持っている場合ね。で、腎臓に多分お病気を抱えてる方はダメらしい。でも健康な腎臓の持っている場合は、強力なデトックスが始まる。筋肉のパフォーマンス向上、骨の保護。4000ミリとか取っていいんだ。日本人の基準は2000から2600ぐらいって言われてんだけど、食事から取るなら全然いいらしい。サプリメントで一気に4000ミリはダメらしい。じゃあ最高じゃん。4000だったら余裕かも。このトマトの血筋がやばい。トマトの抗酸化のリコピンが脂溶性なんで、このチョコレートの脂溶性やナッツの油に反応して摂取量を上げていく作戦。今さつまいも食べてるんだけど、ジミニにね、さつまいも皮にもカリウム含まれてるのって聞いたの。そしたら、皮は捨てちゃいけない宝箱。さつまいもの皮付近にはカリウムや食物繊維がぎっしり詰まっています。皮を剥いて食べるのはプレゼントの墓を開けて中身の宝箱を捨ててしまうようなもの。ぜひよく洗って皮ごとかぶり。マジ？宝箱開けて中身の宝石捨ててるようなものってやばくない？じゃあキウイと一緒だね。キウイもさ、食物繊維とかビタミン C、皮と実のこの間にあんのよ。だから皮も食べて食物繊維も取ろうっていう。なんで皮まで取ってるけど、さつまいももなんだ。なので皮も食べます。さつまいもって紫色だけどさ、アントシアニン入ってんのかな？調べよう。なんかさ、私のジミにさ、例え話をめちゃめちゃしてくんの。めっちゃわかりにくいんだけど、さつまいものアントシアニンは紫の防弾チョッキ。さつまいもの中では中まで真紫なパープルスイートロードや綾紫に多く含まれています。これさつまいもの名前でもうわかりづら。もう例えばっかりすぎてわかんない。でどうなんよ。もうめっちゃ嫌だ。さつまいもの中にはまるで紫色の宝石を隠し持っているような品種があります。さつまいもの種類でアントシアニンが含まれているのか含まれていないのか変わるんだ。一般的な紅はるかやシルクスイート、中身にはほとんどアントシアニンが含まれていません。やっぱ皮には潜んでるんじゃん。やっぱ皮の部分は紫色だからアントシアニン入ってんだ。皮まで食べましょう。ぶどうもそうだよね。皮にアントシアニンが入ってるもんね。最近さ、美容の栄養学士の資格を取ってるんだけど、もうすごいね、私びっしりだよ。こんな感じでびっしり勉強ねしてるの。超びっしり勉強してて、やっぱ分からないこともあるじゃん。すごく難しい言葉が出てきたり、もうめっちゃやっぱね、チャット GPT やジミニ AI が優秀すぎてやばい。で、私一回ジミニにさ褒めたの。その答えめっちゃ分かりやすい、大好きみたいな。そしたらそっから一生例え話をしてくるようになってさ、分かりにくい時もある。でも本当に体のメカニズムを知れば知るほどめちゃめちゃ面白くて、で今回もさ、塩抜きはさ、ナトリウムを排出するためにカリウムっていうのが必要で、カリウムを多く取る食事をこうやって朝からするとか、自分でこうやって栄養素を決めて自分の体を変えられる。めちゃめちゃ面白い。でも人間の体って決まってるじゃん。鉄分とビタミン C を摂取するとコラーゲン生成始まるとかさ、カルシウムも取らないと骨からどんどん取っていこうとするとか、体がね、じゃあカルシウム取らなきゃとかさ、私2025年からこれ勉強してるけど、一番人生で結構やってよかったなって思う。めっちゃ楽しい。最近プロテイン作ってんの。バストブランドの7からプロテインを出したくて、1個が鬼の脂肪燃焼ダイエット用プロテインで、もう1個がお肌とバストで腸でボディメイクに対して特化してるプロテイン、この2つ出したくて、でめっちゃさこうやって勉強してきたから、その内容をめちゃくちゃ詰め込んだプロテイン作ろうと思って、その工場の人に言ったの。これ見て、写真こんな無理まりでめちゃめちゃ大変そう。ちょっと難しそうかもだけど頑張ります。じゃん。最後にくるみとね、アーモンドビタミン E めっちゃたっぷり入ってる。抗酸化作用に。でこれ面白くて、ハイカカオとアーモンドを一緒に食べるじゃん。
口の中でアーモンドチョコ作って食べるのがめちゃめちゃ好きで、明治のアーモンドチョコめっちゃうまい。普通にご褒美で、くるみもチョコとこう重ねて、うまっ。くるみとアーモンドめちゃめちゃ優秀で、ビタミン豊富でしょ。さっきも書いてあったけど鉄分とかも入ってるじゃん。もう何が入って、オメガ3が入ってるんですよ、くるみ。オメガ3は不飽和脂肪酸。いい？これは塩抜きダイエットに限らず普段の生活もそうだし、ダイエット中もめちゃくちゃ大切な脂質マネジメントの話するわ。これ最近私さ、脂質マネジメント知ってからマジで脂質の重要性、そして脂質は偉大なんでかっていうと、まず飽和脂肪酸と不飽和脂肪酸があります。で、皆さんダイエット中じゃなくても不飽和脂肪酸を取るようにしましょう。飽和脂肪酸何かっていうと、そのラードとかマーガリンとか豚とか牛肉の油とか、そういう固まりやすい油で、不飽和脂肪酸はサラサラした油で、飽和脂肪酸を捨て不飽和脂肪酸に着目します。ドゥ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 って網だくじしていくと、不飽和脂肪酸の中にいろんな脂肪があるんだけど、その中で必須脂肪酸、うちらの体で作られない絶対取らないといけない食事からね、脂肪酸はオメガ3とオメガ6です。その中でもオメガ3はめちゃくちゃ不足してます。我々にわざわざ取ることが少なすぎるんで、オメガ3はこういうくるみだったりとか、あとサバとかに入ってます。めちゃくちゃ大切なホルモン作るのもそう、このお肌の保湿、これもそうなんで、脂質をカットしすぎはダメです。で、オメガ3を絶対に取るようにすること、ちょっと難しいんでちょっとはしょります、そこら辺は。はい、また聞いて。で、これ聞いて面白いから。その中でもいい脂肪の中にも長鎖脂肪酸、中鎖脂肪酸、短鎖脂肪酸に分かれてるのね。で、長鎖脂肪酸は超簡単に説明すると鎖の長い脂肪で、中鎖脂肪酸、鎖が長鎖より短い脂肪なんで、中鎖脂肪酸はアマニ油とかもそうだし、 MCT オイルとかね、ココナッツオイルとかもそうか、中鎖脂肪酸がいわゆる L カルニチンがなくても自分の脂肪燃焼工場にさっと入り込めるのが中鎖脂肪酸なんだけど、なんで周りも巻き込んで脂肪燃焼もしやすいっていう。で、長鎖脂肪酸はサバとか消化に少しね時間かかる脂肪だね。でもすっごく大切です。これは L カルニチンのパスポートが必要になります、うちらの脂肪燃焼工場に入るにはっていう感じで。じゃあ短鎖脂肪酸でええやんって思うじゃん。短鎖脂肪酸が一番大事なんだけど、短鎖脂肪酸はうちらの腸内で出来上がる脂肪酸になります。食物繊維を取ったりオリゴ糖を取ったりだとか、そうすることによって出来上がる脂肪酸になります。こいつらはめちゃくちゃ大事です。これ、はい、美容栄養学士の本で勉強したんだ。はい、短鎖脂肪酸を体内に取り入れると脂肪細胞が脂肪を取り込むのをやめる働きがあり、やばくない？なんで肥満の人は短鎖脂肪酸を作る腸内細菌がもともと少なかったりするので、作り出すのが弱いため肥満にブレーキがかかりにくい。短鎖脂肪酸の重要性やばくない？短鎖脂肪酸のね、効果こうのめっちゃいっぱいあるんだけど、ざっとね。で、短鎖脂肪酸をめちゃくちゃ取ることですね。これはお肉とか取ったり油を取るとかじゃなく、食物繊維、オリゴ糖、海藻、ネバネバの野菜、果物が短鎖脂肪酸の元になるもの。ざっと脂質マネジメントの話はこんな感じ。確かにこうやって体のメカニズムをめちゃめちゃ理解して食事をしたら、ほら何も塗らなくてもすごいツヤツヤのお肌になる。めっちゃ肌綺麗って言われるようになった。最近あれ行ってない、手打ちの注射。これで十分やみたいな思って。まあでも定期的には行くけど、さらにパワーアップさせたいからさ、自分のお肌をね。でもやっぱ土台がしっかりしてないと美容医療ももうほぼ意味ないんで、自分の土台からってやっぱ食事からなんで、こうやって今言ったことを覚えるならば、マジオメガ3、オメガ6絶対取る。短鎖脂肪酸絶対取る。この3つさえ覚えてればいいかなって私は思った。ミキサーできました。おー、粉になったぞ。これをボウルに入れて、で、ここに豆乳入れようかな。豆乳、タンパク質、食塩入ってないよね。食塩入ってない。オッケー。100ml と卵、アミノ酸スコア100。卵は優秀。ビタミン B2 もたっぷり。卵1個。バナナ入れようかな。じゃじゃん、立派なバナナ。バナナにも食物繊維やカリウムがたっぷりですからね。バナナのね、この線あんまり好きじゃないんだよね。わかる人いる？うまいぞこれは。これマフィンにしたらめちゃくちゃうまいバナナだこれ。たまにさ、外れのバナナあるじゃん。青臭いというか酸っぱみが強い。これは大当たり。みじん切りにします。てかみんな顔しか映ってないの私の。めっちゃごめん。で、ちょっとここにハイカカオ入れようかな。ハイカカオ。カカオのプリフェノールは血行を促進してくれるんで、ハイカカオ入れます。チョコチップパンケーキのが見た目も美味しそうだし。これで、ここにあれか、多分ベーキングパウダーいるな。ベーキングパウダー一つまみで完成するはず。美味しそう。じゃーん、完成。はい、これで焼きます。
中火にしてオリーブオイルで焼きます。不飽和脂肪酸大さじ1ぐらいで。パンケーキのお皿、コバからもらったディオールのお皿にしようかな。コバってさ、マジでセンス良くない？普通友達の誕生日ってさ、お財布とかさ渡すじゃん。お皿ってなくない？めっちゃセンスいい。しかもめっちゃくちゃ使ってる。今オーストラリア行ってるから早く会いたいわ。てかコバに送るさ、これ買ったもんね。なんかコバがね、ストーリーでね、納豆が食べたすぎるってつぶやいて、で調べたらオーストラリアって納豆送っちゃいけないんだって。だからこの乾燥させたこれだったらいいらしくて、これコバに送るね。コバ食べて。でちょっと焼きまーす。待って、これ焼けないフラグ出てきてる。なんかサラサラすぎるかも。中火でこの待ってる間に食べれるのが料理人の特権ですよ。料理人だけがしていいことですからね。頑張って作ってる特権ですよ。よし、いただきます。うん、もうお猿さんこれ毎日食べてるの幸せやな。はい、水たくさん飲んで1日2リットルは飲まないとだから、水を飲んで出す。完成。めっちゃ美味しそうなんだけど、みんなやばいよ。ほらやばくない？今回バター乗せられないんで、じゃーん、ヨーグルトをちょっと乗せちゃいます。あ、美味しそう。ヨーグルトにもカリウム入ってるし、タンパク質も入ってる。でやはりアガベシロップですよ。好きすぎてもうね、2本ともないっていうね。 GI 値低いシロップ。あ、ダメだ、ないわ。ないからメープルで代用かな。メープルシロップも GI 値低め。じゃん。なんか年季の入りすぎてるメープル。おー、美味しそう。マジで味なしなんでしっかりかけて。やばい、うちのシロップ系一気になくなったぞ今日で。じゃーん。めっちゃ美味しそう。こんな10分ぐらいで作ったパンケーキと思えない。いただきます。こういうのは味が全てなんで。美味しいんか本当に。見た目は美味しそう。ヨーグルトとバナナもしていただきます。美味しい。普通にうまい。めっちゃうまいじゃん。こんな即席でやる。ちなみにバナナはカリウム360、ヨーグルト170、オータミールはカリウムが 100g あたり440で、私今回 40g しか入れてないから、まあ40ぐらい。このクリーム代わりのギリシャヨーグルトがめちゃくちゃいい味出してる。本当に美味しい。これオートミールと卵でしょ、豆乳でしょ、でバナナでしょ。めちゃめちゃ健康的。何も悪いもの入ってない。むしろ食べなさいパンケーキじゃん。ってカカオも 100% のカカオだから天才。うますぎる。じゃーん、コールドプレスジュース。こういうね、いっぱいあるじゃないですか、サプリがね。これサプリとかに頼らず、ちゃんと食べ物から栄養を取ろうっていうことで、コールドプレスジュースを買ってみたんです。1ヶ月前ぐらいに買って、1回も使ってません。そういう家電製品がうちにはたくさんあります。ちょっと時間あるんですよ今日。何も予定ない日に私結構横動画撮ったりするんで、会議もないし行く仕事もまあないし、今日船プロとのレッスンとかもないんで、ちょっと今日作ってみようということで、初の試みで、作り方全く分かりません。で入れるのがビタミン C。 やっぱどんな栄養を入れたとてまずくて飲めなかったらちょっとノーなんで、ちょっと美味しそうな野菜だけ入れてみたい。セロリ、生姜、フルーツあった方が良かったんちゃう。これ絶対リンゴの出番じゃない。体内で変換してビタミン A になるベータカロテン、人参。うわ、ないじゃんリンゴ。リンゴとキウイ買ってこようかな。買ってきますわ。見て、動かせた。ちょっと見て、動物園みたいな。ここにジュース用の容器と、ここに野菜のゴミくず。あと入れるのはリンゴ、はい、ペクチンね。なんかレモンそのまま入れていいのかな。全然わかんないけどいいのかな。一旦これでやってみる。うわっ、ここに人参も入れます。でキウイ、セロリ、生姜、人参、ベータカロテン、ビタミン A はターンオーバーしてくれますからね、肌の。すごいすごい、出てきてる。何これ。食べれるのかな。コールドプレスジュース買ってる人どうしてますか。じゃーん、完成。すごくない。ちょっと香りは、あ、すごいわ。なんか柑橘のすごいいい香りする。でこのお野菜のカスなんだけど、これどうやって使うんって思ってたので、ジミニーに聞いてみたら、カレーとかシチューのコク出し、ハンバーグのふんわりの材料、キャロットケーキとかマフィン作る時の材料にするらしくって、で今日ちょうど塩抜きのトマト煮込みをカレーベースで作る予定だったから、これ入れてみます。3日間ぐらい煮込んだぐらいの味になるらしい。楽しみ。ちょっとこれ飲んでみよう。ちょっとだけレモン1個入ってるかね。めっちゃうまいやん。あ、すごい。生姜
が丸々1個取ってるからさ、飲んだ瞬間ブワーってなんかなった。めっちゃすごいおもろ。これ2杯ぐらい飲める。普段さ、鉄分とさビタミン A をこのサプリから取ってるのね。でこれすごい含有量がいいサプリで、もうほぼ毎日取ってるんだけど、やっぱね、なかなかね、食事からビタミン A と鉄分ってめちゃくちゃ難しくて、ビタミン C もそうだけど、めっちゃいいねこれ。なるべくそういうのはこっから取って、本当に取れないものだけサプリに頼る。なるべく内臓を休ませるように。でも他の SNS 見てると、これをさ凍らせてやるみたいだから、ちょっと凍らせてみようかな。買ったんですよ、凍らせるやつ。凍らせてね、1日1個みたいな感じでね取ってたんだよね。微妙だけどまあいいや。これ凍らせて、で炭酸水で入れてもいいかもね、普通に氷として。こういうのやるのってさ、めんどくさかったりもするんだけど、 QOL が一気に上がった感じしてめちゃくちゃ楽しい。これすいません。皆さんこれ、気泡。そういう感じね。オッケーオッケーオッケー。これ入れるのめっちゃ難しい。まあこれも醍醐味ですよね、失敗も。挑戦した証ですからね、失敗も。ちょっと平行に保って入れてみます。なんか本当に生きてるの楽しんでる感じする。新しい試み。なんか新しい発見ってさ、面白いよね。いやちょっと、このまんまもうトマト煮込み作ろうかな。じゃあ、なんか今日料理番組みたいなのあったら、なんかずっと料理してんだけど。今から夜ご飯作るんだけど、鶏もも肉使ってトマト煮込みを作っていこうと思います。で、今回ちょっと、たまたまコールドジュースプレスジュースをやったカスが残ったからこれ入れるけど、これなしで、めちゃくちゃ美味しいトマト煮込み、塩抜き専用の作り方あるんで、これぜひ、ガチおすすめ。もうね、野菜から全部こだわってる。もちろん、カリウムが多い食材とかビタミン C とか、オリゴ糖になるとかこだわってるんだけど、何より塩味が今回調味料入れられないんで、コンソメとかね、塩とか。なんで、なるべく甘みの出る野菜を選んでんのね。玉ねぎもそうだし、かぼちゃもそうだし、コーンもそうだし。で、鉄分豊富なアサリも入れて、トマト煮込みを作っていきます。カリウムも豊富なんで、もうマジで超お気に入り。普通に普段から作ってます。まずね、作り方。大さじ1のオリーブオイルを入れます。はい。塩抜きのルールその2、いい油は絶対に抜かない。これマジで鉄則して。脂質っていうのはうちらの必須栄養素なのね。お肌の保湿成分を作ってくれるのも、ホルモンね、を作るのも脂質です。なので脂質は絶対に抜かない。もう肌とおっぱいの張りを私は明日の撮影出すために絶対抜きません。で、その3、タンパク質、塩抜き中もタンパク質をしっかりとってください。これも必須栄養素です。マジで。タンパク質からお肌も筋肉ももう全て作られてますよ。で、筋分解が始まってしまいますので、タンパク質をなくしますと。なので、タンパク質は絶対取ってください。どんな時でも。で、ルールその4。水を塩抜き中はしっかり取ってください。2リットルは取りましょう。1.5 から2リットルは。じゃないとね、排出されるもんもされませんので、しっかりお水を取って排出させましょう。で、ルールその5。有酸素やストレッチめちゃくちゃおすすめ。なので、これを守りながらやりましょう。で、レシピ。このレシピはね、もう私が全部ここにね、ほら。全部書いてある。汚な。おすすめ食材。で、これが使っていい調味料かな。もうレシピは私に任せてください。はい。じゃあ、タンパク質入れていきます。で、私ね、最近ね、コラーゲンも取るようにしてるんで、皮もね、取っちゃいます。ダイエット中ってわけではないので、皮も取ります。コラーゲンで最後に水分を送ります。で、片面をまずね、こう焼くの。で、ここに、ブラックペッパー。で、塩は使いません。で、ここに、オレガノだけでもいいかも、みんなは。これが優秀すぎるのね。オレガノ。で、私、ローズマリーも入れます。これ一気にね、もうめっちゃね、イタリアンレストランのシェフが作ったっていう味になる。で、もう片面にもこれ振るんで、置いておきます。鶏もも肉にも 250mg ぐらいね、カリウムが入ってるからね。で、ブロッコリーカリウム 460mg ぐらい。でもこれ使うの今回半分なのに200だ。で、かぼちゃが、450。これも今回使うので3分の1なんで150ぐらいかな。で、ズッキーニは別に今回入れても入れなくてもいい。で、私ズッキーニ好きなんでちょっと入れようかなって感じです。私としたことがやばい、ニンニク忘れてました。なんでこんなにもニンニクって忘れちゃうんだろう。ニンニク3かけ入れる。なんかさ、キッチンさ、おしゃれにしたいんだけど、なんかダサいな。これ全部サプリ出てんのダサ。ちょっとキッチンおしゃれにしよう。ニンニク入れます。これやばくない？これシーンかな、100均にも売ってるんだけど、一瞬でニンニクチューブになるやつ。生のニンニクがマジでおすすめ。やっぱ生のニンニクは香りがとってもいいんで、生がおすすめですね。私は本当にね、ワンレベル上がる料理が。はい、オッケー。ニンニク塗ります。みんなはオリーブオイル大さじ1入れたニンニクをちょっと焦げるぐらいまで焼いてからお肉をみたいな感じだったけど、忘れちゃった今日。片面焼けてきたらひっくり返して、でオレガノ
ローズマリー。なんかここめっちゃ気に入らない。ちょっと待って、この人たちやめる。キッチン商品買おう。あ、いいじゃん、すっきりした。待って、この間に野菜切っとかないと。野菜切っときますわ。はい、じゃん。ここにかぼちゃ。かぼちゃはね、カリウムがもうめちゃめちゃ豊富だから良き糖質としてかぼちゃ。このトマト煮込みがめちゃめちゃ甘くなります。かぼちゃで、玉ねぎは消化されるとオリゴ糖になるんで、腸活で腸内フローラが整いますね。玉ねぎを食べると。みんな入れてほしいのはかぼちゃ、玉ねぎおすすめで、人参は入れなくていい。別に今回コールドプレスジュースで余ったから入れます。でもビタミン A 入ってるからね、余ってるぜっていう人は入れて。で、はい、ブロッコリー。はい、ブロッコリーはもうめっちゃおすすめです。ビタミン C も入ってるし、カリウムも入ってるし、抗酸化も入ってるし、亜鉛も入ってるのかな。もうすごく優秀な野菜です。ブロッコリー超おすすめで、ここにアサリ入れます。アサリは鉄分がめちゃくちゃ豊富です。で、汁も美味しくなる出汁になるんで、缶詰のアサリを1個入れるととってもいい。しかもこれね、動物性の鉄分なんでビタミン C がなくてもコラーゲン生成できる。で、コーン、これちょっと食塩入ってるから水は捨てようかな。私コーンはね、美味しく甘くなるからおすすめで、ちょっとこれ入れなくていいけどタンパク質足りないのと家にビーンズ余ってたんでビーンズ入れます。これ神栄養素なんだけど。で、ここにトマトから1貫だけ。ちょっと怖いんですけど、これ入れます。で、ここに小麦粉入ってない本当にスパイスで作られたカレー粉を大さじ1入れます。以上、これで完成で、最後味の締めにオレガノとか入れるけど、もうとりあえずこれで完成。じゃあねー。じゃーん、完成。めちゃめちゃ美味しそうじゃない？超美味しそう。なんかさ、動画見てたらさ、私常にご飯食べてる人じゃない？マジで常にご飯食べてる。6時半。でもね、言い訳させて。違うの。今日本当にオフなの。8時から筋トレだから、その前に1時間前ぐらいにご飯食べてこっつうので、今日の夜ご飯は6時半で終わりです。なんかもっといつもみたいな会議とかね入ってたら、すごいいろいろしてんだって思われるんだけど、パジャマもこれです。ずっと家にいて、ずっとご飯食べてるみたいな感じだね。まあいっか。いただきまーす。すごい美味しそう。普通にお店に出せそうな。これね、ドレッシングは自分で作りました。オリーブオイルとレモンとブラックペッパーでめちゃくちゃ美味しいドレッシングできる。で、これちょっと見えるかな、アボカド入ってるんですよ。3分の1かな。アボカドはね、オメガ9だし、オメガ3もちょっと入ってる。で、ビタミン E がめちゃめちゃ豊富。あとカリウムもめちゃめちゃ豊富。むくみたくない時はアボカドおすすめ。サーモンにも一応カリウム入ってる。いただきます。おいしい。塩抜きの時に助けられる味付けが酸味、レモンとかお酢、ブラックペッパー、あとカレー粉、めちゃくちゃ助けられる。サーモンはアスタキサンチンっていうビタミン E の1000倍って言われる超抗酸化が入ってるんで、アスタキサンチン脳の抗酸化らしい。しかも脳若返っちゃう。ちょっとさっき味見したの。私さ、コールドプレスジュースにさ、キウイとか入れたじゃん。その酸味がね、トマトと合わなくてちょっと微妙だったんだけど、どうなんだろう。いただきます。待って待てよ。待って、うまい。なんか2日間煮込んだカレーっていう意味が分かった。めっちゃ美味しいわ。確かにバーモントカレーってリンゴとかも入ってるもんね。みんなこの食物繊維のカス入れなくてもカレー粉とトマトでめっちゃ美味しくなるから、オレガノとローズマリーで超美味しくなるんでおすすめ。野菜がね溶けてるめっちゃ美味しい。かぼちゃとかがいい感じに溶けてる。このかぼちゃのこのホクトロ感めっちゃ美味しい。毎日こういう食事したら本当にお肌がもうなんか異次元に綺麗になるんじゃないかって思うんだけど。アサリ発見。魚介の旨味も出てる。めっちゃ美味しいの。栄養学習の教科書のさ勉強し始めて、お味噌汁がベースがもうシジミかアサリになりました。私シジミとかアサリが一番手っ取り早くうちら買いやすい食材で鉄分が取れるっていう。動物性のね、レバーとか買えないじゃん普通に家で。毎日レバー食べれないしっていう感じ。私はねもう絶対今日パンプアップして、明日もパンプアップさせて、で今日マッサージめっちゃして明日に意気込むんだ。私は5コアを人生かけて作ってきた。今年9年目なんだけど、ひなチャンネル。私運動マジで嫌いなの。筋トレもマジで嫌い。料理もマジで嫌い。本当に大っ嫌いだったのね。そんな私がこうやって体を変えてきたり、料理もこんなに楽しく作れるようになった。料理は楽しく作る方法は前の動画で載せたんだけどさ、ボディメイクに関してはさ本当に難しいお話じゃん。やっぱ結果出るのが遅い分ハマるのがめちゃめちゃ難しいというか、いかに嫌いな人がどうやったら好きになれるんだろうっていう、人間心理的な研究をこの9年間ずっとやってきたのね。発見しました。
もう言っちゃっていい？ここでもう数字の時代は終わりにしよう。脂肪は味方にしよう。本当に細いガリガリになるのが正解。細くないと可愛くないっていう、そんな時代はもう終わりだ。私が終わらせに来た。だから私が今回作ったメソッド5コアって言うんだけど、ここで言っちゃっていいのかな。一回別に全員見るわけじゃないし、発表って言ってないから着目して見るわけじゃないし、しかもこれ終わりでしょ、終わりの方でしょ動画。ここまで見てる人も少なそうだし、言っちゃいますか。バストアップもめっちゃ研究してきたのよ。バストアップにめちゃくちゃ特化させたいっていうのがすごいあって、本当にお家でバストアップサロンにも通わず、月1回の整体も通わず、無理していくジムも行かなくていい、この3つしなくていい、それでこんなにボディメイクができるっていうメソッドが5コアなんだけど、ただこれ適当に言ってるんじゃなくて、マジで理にかなった方法があるのね。ちゃんとなんで整体がいらなくなるのかとか、なんでバストアップサロンいらなくなるのっていう、ちゃんとそういう理にかなった方法があるんだけど、これを今言っちゃったらダメな気がする。5コアを本当に楽しみにしてほしい。そのためのボディの撮影なんで、もうこの1ヶ月めちゃくちゃ自分の5コアやりまくったし、食事もめちゃくちゃ気をつけたし、もう本当に命かけてここまで来たんで、明日はもう本当に挑ませていただきます。マジで私は世界を変えるんだ。本当にダイエットっていうのはマジできついものけど、こんなに気持ちよく楽しく体を変えられるっていうのをもうみんなに教えたい。世界中の女の子を変えるぞ私は。マジでさ、トレーニングやボディメイク、健康に関心が増える人口が私めっちゃ増える気がする、この5コアで。なんでもう本当にこれ言っちゃっていい？大げさに日本の健康に対する意識を私がガラッと変えるんじゃないかって思っちゃってます。本当に手を組んでやっていきましょう。私が言ったジムに行かなくていいとか整体行かなくていいとか、なんか敵に回すような言い回しに聞こえるんだけど、そもそも不健康な人が多すぎる。こうやってパソコンカタカタしたりとか、ずっと座りっぱなしとか、すごい体に健康なこといっぱいしてるのにケアをしてない人が多すぎるし、バストアップももっともっともっと理にかなったちゃんとしたやり方があるのに、バストアップサロンの筋肉のほぐしとかで張りが出たように思わせるっていうのはすごくやっぱ悲しいなって私が実際行って思ったし、ジムもそう、無理して行くジムは本当に嫌いになるんですよ。昔無理してジム行ったことあるけど、ダイエットだったりトレーニングだってボディメイク、健康に対する意識がこう殻に閉じこもっちゃう感じがね、私したのね。私その前段階です。みんなが健康って楽しい、ボディメイクって楽しい、体のメカニズムを知るとすっごい楽しくなるのね。なんで健康めっちゃいいかもって思わせる初期段階を私と思ったし、だから手を取り合ってやっていきましょう。敵になりやすい言い回しだったなと思って、私の5コアのメソッドをやってめっちゃ楽しくなって、ジムめちゃくちゃ行くようになるかもしれないしね。私はただその人が自信のつくきっかけ作りになればいいなって思って、血行を回すためにウォーキングしたいんで、7時半には出たいからちょっと急いで食べます。ストレッチします。塩抜き中はストレッチ、有酸素運動めちゃくちゃいいらしい。血行促進させるもの、確かにそうだよね。だってカリウムが排出させるんだもんね。血行促進は絶対つきものだよね。で、マジで自分の動画のファンなのね。なんでかっていうと、理学療法士さんとか柔道整復師さん、もう本当に骨と筋肉のプロだよねと一緒にメニューを作ってんだけど、全て理にかなったメニューなので、普通に自分がマジでやりたいメニューを動画にしてるからめちゃくちゃやりやすい。さっき言ったじゃん、運動とか筋トレとか全部嫌いだって本当はね、昔はね。だからその自分に合ったメニューだからめちゃくちゃやりやすいんだよ。今は好きだよ、ボディメイク、運動、ストレッチ、ほぐし、筋トレ全部好きで、めっちゃ面白いのが見て、自分の動画やってんじゃん、コメント欄見て、やば、めっちゃみんな頑張ってやってくれてる。ほら見て見て、ちゃんと私もいる。ほら見える。今日もやりに来た。待って、やばい、2回目もやりに来た。ほらやるたびにコメントしてるから、よかったら反応してください。じゃあやります。これね、マイナス5センチ本気出し痩せしたい人の動画、これと中殿筋全部繊維のストレッチやります。これね、よしやります。はい、裏もものストレッチね。足首はもうここねなんだけど、もしいける人はこれマジで大切だから、このストレッチの中に腸腰筋っていう言葉がめちゃめちゃ出てくるんだけど、腸腰筋がこう縮まってガッチガチだと、本来ならばお尻や裏ももなどを全体的なバランスを使って走って歩くんですよ。なんだけど、例えば裏ももとか腸腰筋ガチガチだと、ふくらはぎの前、ここを使って歩いちゃったりとか、前もも使って歩いちゃったりとか、違う筋肉使って歩くようになっちゃうのね。それでどんどん姿勢崩れて、どんどん足が太くなってっていう、もう元も子もないじゃん、ダイエット頑張ってんなんで、こうやって根本改善からしていくのが一番大切だから、ストレッチほんまに侮れないですよ皆さん。ちゃんと毎日やった方がいい。10分ぐらいなんですよ。たった24時間の10分って超気持ちいいから、無理に筋トレやるよりまずはストレッチからでいいって私は本当に思ってる。私もこれで全然横ももが張ってたの、結構それがすごい軽減されたから本当に大切。はい、じゃあ頑張ります。
お疲れ様。有酸素終わって、筋トレも終わって、寝る前にプロテインだけ飲もうかな。タンパク質は今日一日足りないから、豆乳で召し上がりますわ。ミルク入れて、血行促進するし、カカオも入れちゃうね。はい、カカオ。小さじ1ぐらい。プロテイン。抹茶のプロテイン今日は。抹茶フラペチーノにしようかな。よいしょ。抹茶ないんでモリンガ入れようかな。モリンガやばいよ、ほら。すごくない？カリウムトマトの10倍。ホタテと同等レベルの、やばくない？小さじ1ぐらい。入れすぎた。あ、氷入れないと。やばい、氷ない、最悪。氷ない。めっちゃ最悪。氷入れよう。じゃーん。氷なし。いただきます。お、うまっ。全然飲める。最近のプロテイン全然美味しい。モリンガもさ、大さじ1入れたからさ、うわ、どんな感じの味になるんだと思ったけど、全然美味しい。でもやっぱ氷あった方がもっと美味しいけど、全然うまい。Yeah, she's got some nice long hair and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears. みんなヤッホー。なんと私が組んだガチ痩せメニューが探さなくてもそのまま飛べちゃうサイトができました。概要欄に書いておくからダイエットの効率をさらにもっと上げるためにぜひ使ってみてください。でさ、みんなってインスタやってる？みんなのね DM 返したりいいねしに行ったりできるから私めっちゃインスタ好きなんだけど、レシピとかウェアとか美容についてたくさんアップしてるからぜひ覗きに来てみてください。それではおつひな、バイバーイ。Fenty on my cheek, savage on his D. In the gym, sweat the RIP. Practicing Tai Chi, keep it chill, mental LIT. Keep it ill psyche. Hotter than wasabi, too spicy. Drop a PI.